薬剤戦という月が荒廃し、人類の文明が衰退するほどの大規模な戦争から約300年後、その薬剤戦を終わらせたと言われるガンダムフレーム72機のうちの1機、バルバトスが今、三日月オーガスによって再び動き出す。では今回もウェザーどうも、ダーティです。今回は HG ガンダムバルバトスのジオラマを作るということなんですが、尺が長すぎて動画を2つに分けています。で、この動画ではバルバトス編と題しまして、バルバトスの完成までを解説していきます。フェーズ1、仮組み。内容物はこんな感じです。では一緒に作っていきましょう。パーツの切り出しなんですが、ニッパーの刃を逆向きに使ってゲートから切り離していきます。そうするとゲートがしっかり残ります。それを片刃ニッパーを使って2度切りしていきます。この時片刃ニッパーを持っていなければデザインナイフで処理しましょう。すべてのパーツを切り離したら説明書通りに組んでいきます。僕はガンダムシリーズで一番好きな鉄血のオルフェンズからのこのキットということで、かなり気合が入っており、鉄火弾パーカーを着て今回制作していました。何かつぶやいてますね。逃げちゃダメだ。あ、これ違うわ。止まるんじゃねえぞ。とか言ってる間に仮組の完成です。やっぱり鉄血独特のウエストやシルエットがかっこいいっすな。武器もドンキとタチですからね。ガンダムでもなかなか類を見ないですよね。では次はフェーズ2、パーツ処理。肩のパーツにパーティングラインがありますので消していきます。腕の合わせ目、こちらはダウンチモールドで処理していきます。ふくらはぎのパーツにもパーティングライン、そしてデビルイヤーと言われる部分とアンテナもシャープ化します。そして今回当チャンネル初のヤスリが登場です。僕も使うときはちゃんと使いますからね。では処理していきましょう。ショルダーアーマーのパーティングラインから処理していきます。ここは曲名になっているので、パーツにしっかりとフィットするスポンジヤスリを使います。まずは400番。ヤスリ掛けの基本は豆腐を撫でるように優しくです。そして600番、800番とヤスリ掛けを行います。しっかりきれいに消せました。比較するとその差は歴然ですね。次はふくらはぎのパーツ。こちらは平面なので先にデザインナイフでカンナ掛けしていきます。次にプラ板に紙ヤスリをくっつけたものでヤスリ掛けしていきます。ちなみにこちらは 1mm のプラ板を6枚重ねにして色分けしているだけです。そしてパーティングラインの部分だけヤスリ掛けをすると段差ができてしまうので全面かけるようにしましょう。そしてこちらも400番、600番、800番と削っていきます。でこちらも比較してみても綺麗に消えましたね。では他のパーツも解体しながらヤスリ掛けしていきます。分解しながらヤスリ掛けすると、このパーツのここは見えなくなるからヤスリ掛けしなくていいとか判断がつくので、このような製作手順を踏んでいます。やっぱり単純にヤスリ掛けが大変なんで、手を抜けるところは抜きたいですよね。そしてアンテナのシャープ化ですが、まずはニッパーを使って安全フラッグを切り落とします。そして金属ヤスリを使って切った断面を鳴らしていきます。バルバトスのアンテナは大きく断面でいうと三角形のようになっているので、一つずつの斜面に合わせて削ってシャープ化していきます。左側が処理後ですね。尖り具合は好みで調整してくださいね。次はデビルイヤー、頬のパーツです。こちらも先ほど同様ニッパーで切り落としてからヤスリ掛けをしてシャープ化していきます。ここはアンテナと違い折れにくいので結構ビンビンにしています。あとは足先も今回尖らせました。こちらも削るだけです。こちらボディパーツなんですが、
ここの肩についている部分をタガネを使って別パーツ感を出すために彫っていきます。 0.4mm のタガネを使っています。そしてちまちま彫ったものがこちら。切り離しもせずにこれだけで印象が分かりましたよね。簡単にメカ感が増しました。次は腕の合わせ目の処理なんですが、合わせ目消しをしようとすると後はめ加工があれなんで、今回単純に段落ち処理していきます。もちろん裏側も処理します。ただ僕は段落ちモルドのタガネを持っていないのですが、安心してください。このように隙間を空けて小さく切ったプラ板を挟んでいきます。もしプラ板がなければランナータグを切って挟んで大丈夫です。代用できます。そしてギュッと指で両方から押さえてプラ板に沿って普通のタガネで彫るだけ。この時も 0.4mm のタガネを使っています。これを両方からやります。そして彫り終わったら800番のヤスリで軽くきれいに整えて、それでおしまいです。どうですか？簡単でしょ？反対側も同じように処理していきます。次は 0.15mm のタガネを使って溝という溝を彫っていきます。肩のパーツでいうとこの辺を全部彫ります。でこういう曲線のパーツはタガネではなくパーツを動かすと上手に彫れます。筋彫りもヤスリがけと同じく優しく撫でるように脱力がポイントです。全パーツ彫り返すとなるとかなりの作業量なんですけども、作品の仕上がりにかなり影響しますので、ここは頑張って全部彫っていきます。フェーズ3ダメージ加工。ヤスリがけと筋彫りが終わればもう一度組み上げて電動リューターを使ってダメージ加工を行います。先端が丸いビットを使います。全体的にエッジ部分や敵とぶつかって走行が激しそうなところなどをリューターで傷つけていきます。今回はダメージというよりか戦闘を重ねる中での傷をイメージしているので、全体的に軽くチップしているような感じで削っています。要するにかっこよく見えるようにすれば OK です。そしてダメージ加工が終わりました。細かい部分を見ていってもそこまで目立った傷もなく、バルバトスの戦闘だったらこうなるよねっていう自分の中のバルバトス像で作成しています。皆さんもこのダメージ加工は好きに傷をつけてください。バルバトスは特に傷が生える機体なんでね。フェーズ4部分塗装。そしてまたパーツを分解してます。何回すんだよっていう感じなんですけど、こちら側は一旦置いといて、まずは黄色のパーツですが、今回ラフゴールドというギラッギラのゴールドにします。金属粒子が大きくて本当にギラッギラです。次はガンダムフレームですが、ガイアカラーのガンメタルで塗装します。これも黒なんですがギラギラです。武器類はガイアカラーのスターブライトアイアンで金属感増し増しでいきます。で、首周りの白いパーツなんですが、ポリキャップの受け部分はフレーム側になるのでマスキングしてガンメタルを拭いていきます。あと一部パーツですが、組み合わせた状態で塗装すると少しだけですが手間が省けます。股関節はポリキャップを外して、足のパーツ、腕のパーツ、動力パイプのあるパーツですね、こちらは合わせたまま塗装していきます。こういうアンテナって持ち手をつけるところに悩むんですが、マスキングテープを丸めて爪楊枝の先につけてねじ込めば楽に進みます。粘着のおかげもあり結構取れにくいです。忘れてはいけないのがこのショルダーアーマーですね。ここも一部ゴールドに塗装するのですが、マスキングが必要で、マスキングのコツは一つの角と順番に埋めていけば OK です。スタートの地点から次の地点まで1回でしようとすると測ったりしないといけないので大変です。最終的にはこんな感じで仕上げます。そしてメイスの柄の部分も一部マスキングします。
モールドが彫られている3箇所をマスキングしていきます。こちらもまず片方の境だけをしっかりマスキングして、その次に反対側をマスキングします。一発でやろうとせずに分けてやると簡単に折ります。もし隙間が空いていればその間を埋めれば OK です。僕もかなりマスキングは苦手なんですよね。ですみません、言い忘れましたが、刀の持ち柄の部分もマスキングしています。そしてこちらがスターブライトアイアンですね。でフレームはガンメタルで、もしエアブラシがなければ筆塗りでも大丈夫です。黒いのにギラついてますね。でこちらがラフゴールドですね。やばいぐらいギラギラでしょ。マスキングの部分もしっかり塗装できました。そしてまだまだ続く部分塗装なんですが、やはり約10年前のキットなので塗り分けが必須で、駆け足で塗っていきたいと思います。まずはレッドとブラウンでモンザレットを作ります。モンザレットを買えば朝食なしでいけます。ランナーに塗って成型色に近いかチェックしていきます。こんなもんですかね。では塗っていきます。筆でトントントンと塗料を置くように塗っていきます。モールドの彫り直しを行っているとしっかり塗料がストップするのできれいに塗り分けられます。次はブラックとホワイトを2対1ぐらいで調色してふくらはぎのアーマーを塗ります。ピンクの部分はクリアピンク、ピンク、クリアレッドを同量ぐらいで調色していきます。今回ラフゴールドやガイアカラーのガンメタルと輝度、輝く度合いですね、こちらを上げたくてこのような調色にしています。そしてここのモールドは彫り直しをしていないのですが、深いのでアバウトに塗ってから溶剤と綿棒で拭き上げる方が楽に綺麗に仕上がります。次はツインアイですね。こちらは蛍光グリーンで塗ります。こちらは塗料を瓶ごと振って蓋についた塗料をそのまま塗っていきます。かなり横着してますが大丈夫です。そしてここはすごく小さいんですが全然はみ出しても大丈夫なんでしっかり塗っていきます。こんな感じですね。そしてエナメル塗料のブラックとホワイトでしっかり蛍光グリーンが乾いた後に塗っていきます。だいたいブラックが2のホワイトが1で調色しています。しっかり熊取りの部分を塗っていきます。ツインアイが重なっても全然大丈夫です。塗料が乾けば綿棒とエナメル溶剤を使ってはみ出した部分を拭き上げていきます。仕上がりがこちらです。すいません、初めにサイドを塗り忘れていたんですが、こちらも塗っておきました。そしてこちらが筆塗りしたパーツですね。ふくらはぎですね。ブラックとホワイトで調色した部分です。それはこちらの太ももの部分とハンドパーツの甲の部分一部に塗装しております。そしてこちらのアンテナ部分ですが、こちらはツインアイで使ったブラックとホワイトで調色したエナメル塗料で塗装しています。そして顔のパーツ、そしてバックパックは黒の調色なしで塗っています。そして胸、肩、すねの部分ですね。こちらのピンクとサイドスカートは2色、そして股関節のパーツと塗り分けております。今回リアスカートの一部黒い部分と足の爪先部分は個人的に不要と思い塗装しませんでした。で、再び組み立ててこんな感じです。一部ギラついてかなり浮いていますが、最後にこの塗装が生きてきますのでお楽しみに。そして動力パイプなんですが、好みでシルバーやメタリックレッドでもかっこいいと思います。ですが今回はこのままガンメタルでいきます。フェーズ5スポンジチッピングではパーツを小分けにしてチッピングを行います。下半身は100均のこのスタンドが便利なので一括でつけております。そして今回はこちらの100均で買えるスポンジですね。こちらを小さく切って使用します。色はラッカー塗料のニュートラルグレーを使ってチッピングしていきます。小さく切ったスポンジに塗料をつけて
ティッシュに押し当てて塗料の量を調節します。あとはエッジ部分やダメージ加工した箇所にポンポンポンと押し当ててチッピングしていきます。塗装したゴールドの部分の上もしっかりとチッピングしていきます。つきすぎたって場面で溶剤を含ませた綿棒で拭き取るのもありなんですが、溶剤をつけずに綿棒でさっとこするといい感じのスレ感も作れたりします。偶然の産物も味方につけていきましょう。こんな感じですね。肩のアーマーも広い面が綺麗だと不自然なのでチッピングしていきます。足での比較です。右がチッピング後ですね。割と強めです。後ろはこんな感じ。胴体もしっかりめにチッピングしています。ヘッドパーツですね。ここでは目立ちにくいんですが、アンテナ部分にもしっかりチッピングしておきましょう。先の方と額のあたりですね。こちらの方を中心に強めにしています。フェイズ6ウォッシング。今回はウェザリングカラーのシェードブラウンでウォッシングを行います。容器に塗料と溶剤を半々ぐらいで入れてウォッシングしていきます。こちらは墨入れも兼ねています。しっかり全体を洗うように塗りましょう。汚してるんですけどね。そしてここで苦労して彫り直した成果が出ます。モールドがはっきり見えますよね。これぐらいしっかり塗って10分から15分ほど放置します。それからウェザリングカラーの専用薄め液で拭き上げていきます。綺麗な容器に薄め液を入れてペーパーに染み込ませてから重力方向を意識して拭き上げていきます。下方向にさっさっさとペーパーを動かす感じですね。で、拭き上がりがこちらです。彫り直したモールドとダメージ加工の部分にしっかり塗料が残ります。細かい部分は綿棒で調整していきます。こちらが頭部パーツの拭き上げ後です。で、次は胴体ですね。今回はバックパックはつけたまま作業しました。足パーツはチッピングと同様に汚しを強くしたいので拭き上げを甘くしています。特に足先ですね。後ろはこんな感じでかかともしっかり汚しています。股関節はこんな感じです。じゃあ次は何をすればいい？フェイズ7ウェザリングマスター。次はウェザリングマスターの B セットのすすを使って汚していきます。エッジ部分に付属のスポンジで塗っていきます。少しスポンジを立てて塗っていく感じですね。エッジが際立って立体感が増します。あとはダメージ加工したところやチッピング箇所、ゴールドの部分もしっかりつけておきましょう。そしてここの際の部分なんですが、一つのパーツなんですが、モールドの彫り直しとウォッシングによる墨入れ、ウェザリングマスターですすを入れて立体感を出して複数のパーツが合わさったかのような感じにしていきます。綿棒でぼかして境目を上手にならしていきます。腕での比較ですね。右がウェザリングマスター使用後です。一気に輪郭がはっきりしています。こちらは足ですね。右が使用後です。どんどん汚れていっております。ヘッドパーツですね。こちらは先ほどのチッピングと同じくアンテナ部分もしっかりウェザリングマスターを塗っています。刺している部分なんですが、だんだんいい感じに金属の剥がれ感が出てきましたね。ボディですね。こちらもしつこいぐらいいってるゴールド部分をしっかりと汚していってます。あとバックパックも白い塊に見えないようにエッジ部分を強調するようにシルエットをはっきりさせています。腰パーツも同じ要領で汚しています。フェイズ8トップコート。艶消しのスーパースムースクリアを拭いていきます。もちろん缶スプレータイプでも大丈夫です。で、武器だけ塗装と逆のマスキングをして艶消しを拭いていきます。持ち手の部分ですね。
こちらがトップコート5ですね。今回塗装で輝度の高いものや金属粒子が多いものを選んでいるので、艶消し後でも鈍く光るんですよ。これやばくねっていう自画自賛のメタリックの艶消し塗装です。こちらボディです。使い込まれた金属感が出てますよね。そして散々汚せといったヘッドパーツのアンテナ部分ですね。かなりいい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。で、唯一マスキングした武器はこんな感じです。持ち手部分なので塗装剥げも気にしなくていいということですね。フェイズ9ドライブラシ。エナメル塗料のクロームシルバーと毛が短い筆を使ってドライブラシをしていきます。塗料を溶剤で薄めてティッシュで塗料がほとんどつかないぐらいまで拭き取ります。こんな感じですね。そしたらエッジの部分、ダメージ加工の部分、フレーム部分もドライブラシが入るのでしっかり入れていきます。エッジに対して一定方向だけではなく複数の方向からドライブラシするようにしましょう。胴体はこんな感じの仕上がりです。そしてここもポイントなんですが、フレームのアーマーがかかっている部分ですね。ここもしっかりドライブラシして、あと動力パイプ、こちらは今回かなり多めにドライブラシを入れていきます。仕上がりとしてはガンメタルにも見えるしシルバーにも見える、そんな感じにかなり強めに仕上げています。あとはバルバトスの先頭が荒々しくかなり激しいので、それをイメージしてドライブラシを入れていきます。腰パーツは部分塗装したブラック部分がかっこよく仕上がりました。足は曲げた時に見える関節や股関節の足の付け根の部分などフレーム部分を中心にしっかりシルバーをのせています。またこちらもガンメタルの艶消し、ドライブラシのシルバーによって重厚な金属感が出せたかなと思います。あとこういう細かいところもしっかりドライブラシしましょう。ヘッドパーツです。ここもポイントなんですが、首の部分、ここはポリキャップなんですが、艶消しを吹いた後は塗料が乗るのでしっかりドライブラシをしていきましょう。メイスはブンブン振り回すので乱雑で OK です。タッチは刃先だけ少しシルバーを入れました。エクストラフェイズ光るツインアイ、こちらはできるならお試ししてもらいたいのですが、蛍光グリーンで塗っているのでブラックライトを当てれば光るんですが、最後に少し手を加えます。こちら100均で買えるラピーテープですね。このグリーンを使います。付属のホイルシールに貼り付けて、これが半透明なので透けて見えるのでデザインナイフでカットして貼り付けます。カットなんですが、刃を動かさずに押し込む形でやると切りやすいです。こんな感じで透けて見えます。そしてこれをカットしていくんですが、すいません、作業の動画なんですが細かすぎて撮れていません。でこちらが左側ですね。カットして貼り付けた状態です。一発でうまくいかなくても何回も切り直せば大丈夫です。そしてこちら両方貼り付けた状態ですね。細かい作業ですが効果は絶大ですよ。その本領はまた後ほど発揮します。ファイナルフェーズ組み立て、いよいよようやくついにまさかの完成ですね。今回は張り切ってしまってかなりの工程を踏んでしまいましたが、その分成果は出てると思います。努力に勝る作品はなしってな感じで、今回リアル寄りにもアニメ寄りにもならず、中間地点を狙ったバルバトスを目指しました。それは後のジオラマのため。では完成です。どうぞ。こちら比較ですね。
白が基調なのでエッジを際立たせたり、塗り分けやウェザリングでの情報量の追加、そしてモールドを彫り直すことでしっかりとキット自体の見せたかったディティール、シルエットを作り出せたんじゃないかなと思います。あとは艶消しのメタリック塗装もうまく鈍い金属感が出せましたかね。今回のバルバトスは半分は愛でできています。いかがだったでしょうか。ちなみに光るツインアイなんですが、写真でも普通のライトでこんな感じに光らせて撮ることができますので、一度お試しください。で、冒頭でもお話ししましたが、こちらジオラマとセットの作品でもう一つの動画でジオラマ編としてアップしていますので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。またこの動画が良かったと思っていただけたなら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。何か一つでもためになれば幸いです。ではまた。